ご視聴ありがとうございます。今回は、大手私鉄、名古屋鉄道のローカル支線、名鉄広見線末端部に迫ります。損廃協議が本格化する路線の今と未来を、平日朝の様子を交えて徹底解説します。自治体が打ち出す逆転プランと、焼け焦げたポスターが示すものとは、一体何なのでしょうか。ここは、愛知県を中心に路線網を広げる大手私鉄、名鉄こと名古屋鉄道最大の駅、名鉄名古屋駅です。多数の系統が集まるこの駅から、早朝5時台の列車で目的の駅へと向かいます。それが路線図の右上にある、広見線の末端区間です。終点の御嶽駅までの運賃は1120円。距離 50.5 キロの割にお高いのは、名鉄が運賃計算に使う距離を割り増している路線があるからです。実際の距離をそのまま使うのは名古屋本線だけで、他の路線は 1.15 倍か 1.25 倍の係数をかけています。名鉄名古屋から御嶽までは大半が B 線区か C 線区なので、距離の割に運賃が高いのです。そしてこの路線、名鉄名古屋から御嶽まで直で行けるように見えますが、実際は違います。5時47分発の犬山行き急行で、名鉄名古屋駅を出発です。終点の犬山駅に到着です。右の単線が小牧線、さらに右から広見線が近づいてきます。運賃表はスペースの関係で、実際と線路の向きが違う箇所があります。実際の犬山駅では線路の向きが違い、折り返さないと犬山線と広見線を行き来できません。両線の直通列車はほとんどなく、平日朝に広見線から犬山線に直通する列車が数本あるだけです。逆に犬山線から広見線に直通する列車はなく、名古屋方面からは犬山駅での乗り換えが必須です。6時18分、犬山駅に到着です。平日の朝6時台からホームには通勤通学客が並びます。私が乗り換えるのが6時22分発の新蟹行き。御嶽までは行かず、終点の新蟹駅で御嶽行きに連絡します。小牧線と広見線が一段ずつにまとめられた発車案内表示器に、広見線の需要や運行体制が犬山線より下であることがわかります。到着した列車で折り返します。この列車には車掌がいません。広見線ではワンマン運転が基本です。広見線の沿線は田んぼや畑が目立つようになり、山も近くなります。2駅目を出た後、愛知県と岐阜県の境である愛木トンネルを通過。1925年、大正14年の完成であり、名鉄では少ない山岳トンネルです。そして走行音でお分かりの通り、この辺りはロングレールではありません。ロングレールとは、レールの継ぎ目を溶接して数百メートル以上の長さにしたものです。継ぎ目がない分乗り心地が良く、都市部では一般的ですが、ローカル線区には採用されていないことも多いです。終点の新蟹駅の手前で JR 大田線の線路をまたぎます。犬山駅を出て21分、新蟹駅に到着です。ここから御嶽駅に行くには、さらにもう一回進行方向を変える必要があります。御嶽駅からやってきた折り返し列車が到着です。名鉄で一般的な赤い塗装とは異なる緑をベースとした塗装が特徴的です。車両に乗る前に運行形態を見ていきます。直通運転がほとんどない犬山線と広見線とは違い、広見線内では新蟹駅を挟んだ直通運転は全くありません。停車駅案内では普通列車の黒い線が新蟹駅で分断されています。犬山方面は平日朝に有料座席指定列車のニュース会があるものの、御嶽方面は普通列車だけ。名古屋本線との直通列車がバンバン走る犬山線とは大違いです。ホームも犬山方面と御嶽方面で分けられており、犬山方面行きの列車が発着するホームでは、駅名板には犬山方面で隣の駅の記載があるだけで、御嶽方面で隣の駅の記載がありません。御嶽方面のホームに向かいます。改札がホームの突き当たりにある投炭式と呼ばれる構造のため、ホームの終端よりほど混雑します。頭上の案内板には、御嶽方面、乗り換え改札口経由の文字が。
新蟹駅自体の改札はこの右手ですが、御嶽方面行きのホームの手前にはさらに改札があります。この改札は IC カードなどには対応していません。広見線末端部である新蟹御嶽間は、名鉄では数少ない IC カード非対応区間です。そこで運用されているのがこの車両、6000系です。1976年に登場した車両で、1両あたり3カ所のドアを備えています。それまでの名鉄ではドアが2カ所の車両が主流で、6000系はラッシュ時の輸送改善に貢献しています。後継車両の登場でローカル線区に活躍の場を移し、初期に製造された車両を中心に廃車も出ています。広見線を走るのは、ローカル線区での運用のためにワンマン改造を施した編成。初期に製造された編成のため、側面の窓は固定式で、横引き式のカーテンが特徴です。新蟹駅以外では車内で運賃を収受するための運賃箱があり、一部のドアだけを開け閉めするため、側面には表示器もあります。広見線末端部の他には、以前別の動画でご紹介した蒲郡線でも運用されており、車内の掲示などは両方に対応しています。無人駅では先頭車の前ドアが降り口、後ろドアが乗り口で、後ろの車両のドアは開きません。ドアの上にはその旨の掲示もあり、平吉田と蒲郡が蒲郡線の駅です。蒲郡線では行き先表示器が使用されているのに対し、こちらは種別のみが出され、行き先は系統板が掲出されます。この編成は、広見線の復刻塗装をまとって2024年3月から運行されています。今年6月からは広見線の開業100周年の記念ヘッドマークも付き、下には塗装の大元である3800系のイラストもあります。復刻塗装は当面続くものの、ヘッドマークは6月28日から8月31日までの掲出予定です。また、広見線末端部と蒲郡線では、車両をおおむね1週間でぐるぐる入れ替えて運行しており、遠く離れた広見線末端部と蒲郡線を行き来する運用もあります。先日公開した名古屋本線の自流駅の動画で、別の復刻塗装の車両が走っていたのはそれが理由です。そのためこの編成が蒲郡線にいることもあり、その場合はもちろんヘッドマークは掲出されないです。一方蒲郡線でもオリジナル塗装の車両がたびたび企画されており、ローカル線区ながら尖った車両に出会えます。話が少しそれました。広見線末端部に話を戻します。昔は速達種別もあり、名車パノラマカーも入線していたものの、今はワンマン運転の列車が30分間隔で運行されるのみです。2005年1月には、隣の明智駅との間にあった学校前駅が廃止されています。これは、トランパスという磁気式のカードを導入するのに伴い、自動改札機などを備えた駅舎を設けることになり、設備投資の効果の低い駅を廃止したからです。2008年6月のダイヤ改正では、新蟹駅を境に運行系統が完全に分離され、明智駅と御嶽駅が無人駅になるなど、合理化が進みました。ワンマン運転が始まったのもこの時です。1番線の駅名板はラインよりも下が張り直され、かつては犬山方面の隣の駅も乗っていたのがわかります。新蟹駅まで乗った列車からだと、6時47分発の御嶽行きが順当ですが、素材を収録する関係で1本見送り、7時19分発の御嶽行きに乗ることにします。新蟹駅と隣にある大田線の蟹駅のロータリーに車が乗り付け、通勤通学客が駅に入っていきます。犬山方面の普通列車を見送り、後続のミュース会の到着までホームで待つ人もいます。1番線の電車は普通御嶽行きです。明智、合土、御嶽口に停まります。折り返しの7時19分発、御嶽行きが到着です。沿線の通学需要を取り込める時間帯の列車だからか、ホームは学生で混んでいます。車内にも通勤通学客が結構乗っており、乗車率は高いようです。改札がホームの端にあるため、列車が到着してからしばらくはホームも混んでいます。座席はすべて埋まり、改札に近い進行方向後ろ寄りのドアの周りには学生がいっぱいです。折り返し時間5分で新蟹駅を発車です。新蟹駅と次の明智駅の間は割と住宅が多く、線路脇に道路がくっつく場所もあります。
そして新蟹駅から 1.9 キロの場所に学校前駅の跡地があります。ホームの跡らしきところは向かって左にバラストが盛られていますが、明確な痕跡は残っていないようです。末期の学校前駅は日中1時間に1往復のみの停車で、およそ半分の普通列車が通過していたそうです。片道の所要時間は11分で、運転間隔は30分。折り返し時間は4分で、結構きつめのダイヤです。次が最初の停車駅、明智駅です。駅舎はホームの後ろ寄りなのに対し、ワンマン運転の列車は一番前のドアからしか降りられないので歩く距離が増えます。と言いたいところですが、実際には全てのドアが開きます。これは新蟹駅に乗り換え専用改札があるのの理由。あの改札を通るには、広見線の新蟹駅から御嶽方面に乗れる切符が必要です。新蟹駅の隣にある明智駅は必然的にその範囲に含まれるため、あえて切符などを確認しなくても良いというわけです。降りる乗客は総勢40人ほどで、高校生ばかり。近隣の高校への需要が大半で、利用実態がよくわかります。後ろ寄りにいた高校生が軒並み降りたので、この辺りは一気に静かになります。向かって左には分断された線路と草の生えたホーム。右のホームには後付けっぽいフェンスがあり、その右にも線路があります。ただし左右の線路は駅を出て間もないところで途切れており、この線路とはつながっていません。その先には別のホームもあり、架線を支える柱は左右に大きく取られているなど、昔は規模の大きい駅だったことがわかります。一旦ここで路線の縮小に伴う明智駅の変化を取り上げます。明智駅の今と昔の線路の配置がこちら。ホーム2つ、線路4本を持つ大規模な駅でした。そして明智駅から北東に伸びていたのが、明智駅を起点としていた八百津線です。景勝地のある八百津町まで木曽川に沿って結ぶ 7.3 キロの路線で、明智駅から御嶽駅よりもこちらの方が長いです。昔は八百津駅まで速達列車が乗り入れ、パノラマカーが走ることもありました。ところが時代の流れとともに利用者数が減り、1984年には合理化のためにレールバスが導入されます。電化設備は撤去され、翌年にはワンマン運転が始まっています。燃料タンクの容量の関係上、日中に燃料を補給する必要があり、新蟹駅には専用の検車場が設けられました。2001年10月には八百津線全線が廃線になり、車両は同じくレールバスを運用していた三河線に移されます。ただし三河線の非電化区間もそれから数年後に廃線になり、車両はミャンマーへ輸出されました。新蟹駅の検車場は2006年に撤去され、今ではがらんとしたスペースがあるだけです。レールバスによる合理化は名鉄が期待したほど効果が出なかったらしく、その後の名鉄ではレールバスは運用されていないです。なお、八百津線の廃線後は代替バスの運行が始まり、今では毎時1本程度の頻度で運行されています。八百津線の廃線と設備の縮小で、旧1番線はほぼ使われなくなりましたが、2番線と3番線は現役で、御嶽行きが2番線、新蟹行きが3番線と、行き先で分けられていました。2023年のダイヤ改正まで、朝ラッシュは15分間隔だったため、明智駅で行き違いが行われます。広見線末端部で行き違いができたのは明智駅だけで、夕方は日中と同じ30分間隔のため、朝しか見られないローカル線区の束の間の賑わいでした。ところが2023年に明智駅の設備を縮小することになり、行き違い設備を廃止し、それまで御嶽行きが使っていた2番線に列車の発着が集約されました。3番線は構内踏切を渡らないと駅の外とを行き来できないこと、列車の発着時にポイントで車両が揺れるため2番線に集約されたのです。かつてはワンマン運転対応の編成だけでは朝ラッシュの本数を賄えず、朝ラッシュの列車には車掌が乗っていたのですが、ダイヤ改正後は全ての列車がワンマン運転になっています。一旦少し後の時間に収録した明智駅のカットに移ります。役目を終えた3番線のホームは封鎖され、今では入ることもできません。なお、ホームにあった桜の木は根元から切られてしまっています。
合わせて1番線の線路の上にスロープが設置され、駅構内のバリアフリー化が図られました。3番線から伸びていた構内踏切はすっかり撤去され、跡形もありません。また、1番線は八百津線の廃線後も新化によりで線路がつながっており、信号機もついていたのですが、改修工事に合わせて線路は分断され、構内踏切もアスファルトで埋められています。役目を失い、二度と列車の走らない線路が哀愁を誘います。明智駅の駅舎がこちら。駅舎は三角屋根の木造で、1920年、大正9年の開業当初のものです。駅舎の横には、八百津線が営業していた頃に設置された表示器が、列車が接近するとランプがついていたようです。明智駅は無人化され、窓口は閉鎖されたものの、待合室は健在です。時刻は午前9時頃、外国籍らしきヤンキーが3人ほどたむろしている以外、人はほとんどいません。壁には、待合室や駅構内での喫煙、滞留、座り込みに関する警告が。そして、駅舎の左正面のポスターには焦げ跡があります。これは、私がいた時にタバコを吸っていたヤンキーが、ライターで炙って焦げさせたものです。連れが乗っていたバイクはナンバープレートが上に曲げられているなど、なかなか荒れな感じ。無人駅が多いローカル線区の維持管理の大変さがうかがえます。時間を戻して、先ほどの列車に戻ります。明智駅のホームの御嶽寄りにあった別のホームは、かつての貨物用ホームです。次の合同駅との間には、進行方向右側で工業団地の造成が進みます。これは近くのインターチェンジから名前を取り、柏蟹御嶽インターチェンジ工業団地と呼ばれています。広さはおよそ 12.5 ヘクタールで、2024年度から2025年度にかけて分譲される予定です。土地の造成が済んだ段階で、建物などはこれからのようです。工業団地だけあって旅客需要もありそうですが、新駅の計画などはありません。高速道路と交差する手前で、岐阜県可児市から同じく御嶽町へと入ります。広見線末端部がある自治体はこの2つだけで、それが今後の話にも関わってきます。合同駅を発車、降りる乗客は皆無です。広見線末端部の駅で、合同駅だけはホームが2両分しかありません。そのため、昔は新蟹方面からの明智行きの4両編成と、明智御嶽間の2両編成があったといいます。ちなみに合同駅は、名鉄で最も北にある駅です。かつてはもっと北にも駅があったのですが、ローカル線区の廃線に伴い、合同駅が最北になりました。土手で高さを上げ、蟹川を渡ります。広見線に沿うように流れる川で、犬山新蟹間には蟹川駅があるほか、新蟹駅と明智駅の間でも渡っています。しばらく走ると線路脇にスーパーなどが並びます。大きめの道路もあるものの、ここには駅はありません。次の御嶽口駅に到着です。広見線末端部にあたる区間が開業した1920年、大正9年はここが終点で、駅名も御嶽でした。かつての広見線は東納鉄道という会社が運営しており、中央線の多治見と蟹屋御嶽を結んでいました。御嶽ではアタンと呼ばれる炭が採掘され、貨物輸送も重要な目的だったそうです。その名残で構内はかなり広く、左手には貨物ホームの跡が今も残っています。近隣の畑などにつながる道路としても使われ、反対側から回り込んで入れるほか、近所の人の軽トラが走ることもあります。反対の新蟹行きを待つ人の姿はあるものの、この駅でも降りる人の姿はありません。次が終点、御嶽駅です。路線が御嶽まで延伸されたのは、1952年、昭和27年のことです。同時に旧御嶽駅は御嶽口駅に改められています。ちなみに御嶽駅は、今の名鉄で最も標高が高いです。合同駅のようにかつてはもっと標高が高い駅があったのですが、それらの駅が廃止されたことで御嶽駅がその座を獲得しています。一番北にある合同駅と一番標高が高い御嶽駅、広見線末端部の位置づけがわかります。御嶽駅は当初から貨物列車が発着しなかったため、構内の設備は小ぶりです。
かつてはホーム1つ、線路2本だったそうですが、ホームを4両編成が発着できる長さに伸ばすために線路が埋められ、ホームと線路が1つずつになっています。近隣の高校に通う学生のほか、新蟹行きに乗る学生や通勤客がいます。御嶽は中山道の宿場町でもあるため、御嶽駅の駅舎は観光案内所に転用されています。ここにはレンタサイクルもあり、沿線をサクッと回れます。御嶽駅から蒲郡線の蒲郡駅までは 122.5 キロあり、名鉄で一番運賃が高い区間の一つで、実に2050円もかかります。今回のように新蟹駅から寄り道せずに来ても、名鉄名古屋駅からは1時間12分かかります。列車が出た後は人も少なく、平日の7時半過ぎの割には、かなり閑散としています。こうした状況が、新蟹御嶽間の広見線末端部の損廃問題につながった要因です。2007年には、名鉄がこの区間を廃止する可能性を示し、沿線自治体の蟹市や御嶽町に、今後の方向性や考えを打診しています。明智駅や御嶽駅の無人化などの経費削減策も打たれたものの、それだけでは不十分でした。2010年度から、蟹市と御嶽町が年間1億円の支援を開始。内訳は御嶽町が7000万円、蟹市が3000万円です。施行期間として、2012年度までの3年間の支援がなされ、効果検証の後、引き続き3年ごとの協定で年間1億円の支援が続きます。この協定が継続している間は、広見線末端部は存続できることになっています。一方、路線の赤字は、支援が始まった頃は年間1億8500万円だったのが、現状で3億円前後に増えています。もともと自治体の支援だけでは赤字をカバーできず、名鉄が黒字路線の利益で補填している状況です。2020年の感染症の拡大以降はそれも厳しくなり、支援金を年間5000万円増額することを求めたこともあったといいますが、自治体にとってこれ以上の増額は難しい状況です。また、3年という期間も、高校入学前の進路設計の期間も含めると十分ではなく、沿線の高校が選ばれにくくなる要因になります。沿線の3つの高校ではおよそ8割の生徒が広見線を利用しており、広見線末端部の役割は大きいものです。似たような状況にある蒲郡線では支援期間が5年間に延長され、学生が進路を決める時の不安が低減されていますが、広見線末端部では3年間のままで、さらなる短縮もちらついています。朝ラッシュの運行本数の削減は、需要との兼ね合いよりも、明智駅の行き違い設備を撤去して運行経費を減らすことが念頭にあります。線内で行き違いができるのは明智駅だけで、行き違い設備を撤去したことで、片道の所要時間が11分の広見線末端部で15分間隔が維持できなくなったのです。運行本数の削減と完全ワンマン化という、ローカル線区の典型のような状況ですが、その裏には、名鉄と沿線自治体の赤字補填をめぐるせめぎ合いがあります。2024年末には、名鉄が現行の枠組みでは運行継続が難しいことを沿線自治体に通達。それをきっかけに、2025年にかけて、自治体と名鉄、国、県を交えた議論が本格化しています。自治体側に提示された主な選択肢は、維持費を自治体が負担するみなし上下分離方式と、鉄道を廃止してバスに転換するという2つです。自治体の動きは割れており、御嶽町は町民説明会などを経て、公共交通を確保する観点から、みなし上下分離方式での存続を方針化しています。本来の上下分離方式は、線路や駅などのインフラ部分である下と、列車運行部分である上を分け、インフラは自治体や第三セクターが保有管理し、運行は鉄道事業者が行う仕組みです。以前ご紹介した宇都宮の LRT、ライトラインでは、この方式が採用されています。みなし上下分離方式は、インフラの名義は鉄道会社のまま、費用負担だけ上下分離と同じにします。法的に上下分離するより手続きが簡単で、名鉄がインフラを持ち続けるため、運行の自由度も維持しやすいです。一方、蟹市は5月におよそ1200人規模の市民アンケートを行っています。広見線末端部を今まで一度も利用したことがない人は半数を超え、利用する、時々利用するを合わせても1割にも満たないです。
存続を求める意見は合わせて 37.9% で、支援を終了してニーズの高い行政サービスの充実を期待する人も 50.5% を占めるなど、必ずしも存続一辺倒ではないです。存続させる派の中にも、支援金の削減などを条件とした人もいます。また、仮に広見線末端部を廃止した際に出る問題が、輸送力の差です。試算資料では、2両編成なら最大260人を運べるとする一方、バスでは60人程度が限度としており、その差は大きいです。朝ラッシュの高校生をバスだけで運びきれるのか、バスのドライバーは確保できるのかなど、実務的な課題もあります。そこには、財政試算だけでは結論を出せない複合的事情があるのです。当初、2025年6月をめどに結論を出すとされたものの、自治体内外の協議が続いています。御嵩町は国や県を巻き込んだ枠組みの構築も視野に入れており、結論が出るまでには時間がかかりそうです。御嵩町の人口はおよそ1万7000人余り。蟹市の9万9000人の5分の1以下ですが、支援金は御嵩町が年間7000万円、蟹市が3000万円と、御嵩町が多いです。負担をこれ以上増やすのは現実的でなく、国や県を巻き込む必要のある状況が伺えます。沿線では回数券の購入費用補助や定期券代への商品券の交付、団体利用費の補助などが行われています。また、割引切符の販売と合わせたイベントの実施など、需要喚起に努めています。収録した時期に各駅に置かれていた七夕飾りは、沿線の蟹市、御嵩町、そして八百津町からなる名鉄広見線活性化協議会が設置したものです。ただし構造的な問題は大きく、打開には至っていません。名鉄としてはこれ以上の負担は受け入れがたく、会社負担の残る枠組みには難色を示すと想定され、前途多難です。苦境に立たされる広見線末端部ですが、広見線の犬山新蟹間も楽観視できません。序盤で乗った区間でも、ここ数年で合理化が進んでいます。2023年3月のダイヤ改正では特急が全廃され、運行本数も減らされています。名鉄全体で見ても運行本数が減らされるダイヤ改正で、一部の路線では新たにワンマン運転が始まるなど、コスト削減に踏み込んだものでした。さらに、2024年3月のダイヤ改正では、犬山新蟹間のワンマン運転が始まっています。それまで運行されていた犬山線直通の準急はなくなり、ミュースカイ以外は全て普通列車になりました。また、普通列車は全て広見線完結で、犬山線直通列車はミュースカイだけになっています。これは、ワンマン運転に対応した編成は数が少なく、他の路線に直通させるとその分必要数が増えてしまい、コストが上がるからです。新蟹駅の時刻表も、かつては数字が大きくて種別の違いが分かりやすいものだったのが、今では新蟹御嶽間と似た体裁のものになっています。合理化が進み、末端部では自治体を交えた協議が加速する広見線。今後に注目です。ご視聴ありがとうございました。